いつまで強いチームを怖がってるんだ。前へ行け、タジキスタンのライオンたち。日本が簡単な相手じゃないこともちゃんと分かってる。日本を倒せる。ここで勝てるよ。今の選手たちはタジクサッカーの歴史を作る寸前にいる。日本は簡単な相手じゃない。でもだからこそ勝てば歴史になる。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今日は2026年5月16日に行われた AFC U17 アジアカップサウジアラビア2026日本対タジキスタン戦の試合についてタジキスタンサポーターと話していくよ。負けたら終わりのノックアウトステージが始まるね。そうだね。この試合のメンバーを見ていくとタジキスタンは前の試合からスタメンを5人入れ替えてるね。私メンバーたくさん入れ替えてると強いチームって錯覚してるけど、ディフェンスラインは全替えしたっぽいね。それはすごい。日本は前の試合からスタメンを9人入れ替えてきたよ。相変わらずすごい。じゃあ今回はタジキスタンサポーターのダレルくんとリモートをつないでるよ。サロン。サラム。ダレルくんよろしくね。今のタジキスタンはかなり熱いよ。私はいつも熱いよ。じゃあタジキスタンサポーターの声を聞かせて。任せて。もうみんな栄光を祈る。勝利を願う。行けタジキスタンって感じで選手たちにめちゃくちゃ気持ちを送ってる。特に多いのは最後の笛まで戦って最初から最後の一息まで戦ってほしい。勝利はタジキスタンのものになるって信じてる。そういう空気が強い日本については何か言ってる？日本に勝てるって思ってる人は多いよ。多いんだ。ただ楽観してるだけじゃない。日本が簡単な相手じゃないこともちゃんと分かってる。その上でいつまで強いチームを怖がってるんだ。前へ行け、タジキスタンのライオンたち。っていう感じ。サポーターが熱い。ほんと熱いよ。しかも今の選手たちはタジクサッカーの歴史を作る寸前にいるって言われてる。日本を倒せる。ここで勝てるよって本気で信じてる人たちがいる。歴史を作る寸前。これはただの1試合じゃない。選手たちは自分自身だけじゃなくて愛するタジキスタンを世界に紹介しているんだって言ってる人もいる。だから国を背負ってる感じがすごく強い。 U17 の選手たちにそこまで期待が集まってるんだね。みんな誇りに思ってるんだよ。タジキスタンは君たちを応援している。1200万人のファンが祈って支えている。1200万人って具体的な数字言われると焦るね。プレッシャーもあると思うけど選手たちを信じてる。君たちはできる。君たちはやれるっていう声が本当に多いんだ。2月に日本のホームで1対0でタジキスタンは負けてるもんね。勢いだけじゃ種だ。日本はちょっとした相手じゃないからまず守備をちゃんと考えないといけないって感じだね。守備？前の試合でアラブ相手に5失点したことを気にしてる人がいたんだ。だから日本相手には守備の集中がかなり大事。ポジションをしっかり保つべきだっていうね。でも5失点したけど5得点もしてるよね。そうなんだけど守備が弱い。もっと固く守れって言ってるんだ。特に日本相手なら守備をしっかり固めてカウンターで攻めるべきって考えだね。カウンターなんてさせずに点決めちゃえ。タジキスタンが勝つなら守備を固くしてチャンスが来た時にカウンター。あと遠い位置からのシュートも効果的だって言ってる人がいたよ。日本相手に綺麗に崩すのは簡単じゃないと思うから遠くからでも狙う積極性も必要だ。もちろんインシャアラとか神様が守ってくれますようにって祈りの声が一番多いんだけどね。神頼みっていうより日本人の感覚では健闘を祈るに近い感じだね。なるほど。日本は簡単な相手じゃない。でもだからこそ勝てば歴史になる。強い相手を恐れてばかりじゃなくてタジキスタンのライオンたちとして前へ行け。ノックアウトステージ初戦から侮れない相手ですね、葵さん。そうだね。いい試合になると思うよ。タジキスタンの選手たちはただ自分たちのためだけに戦ってるんじゃない。国を世界に見せるために戦ってる。最後まで走って守ってチャンスが来たら思い切って狙ってほしい。最後までね。そうだよ。最後まで信じて戦うこと。サポーターは本当に信じてるから。日本も最後まで行っちゃえ。タジキスタンは挑戦者だけど気持ちはかなり強い。じゃあ試合開始だよ。日本頑張れ。バペシェシェルバチャホイタジキスタン。前半終わって1対0で日本がリードだよ。マキ君が本当に上手すぎなんですけど。10番の北原真希選手だね。また点決めちゃったね。ダレル君タジキスタンはどう？それがハーフタイムの声は分かんないんだよね。なるほど。じゃあ後半見ていくよ。試合は5対0で日本の勝利だよ。すごいぞ日本。タジキスタンは後半の早い時間に退場しちゃったのが痛かったね。
でも5対0はすごいよ。ダレル君、タジキスタンサポーターはどんな感じなのかな？ 5対0だとかなり落ち込んでるのかな。もちろん悔しいよ。正直結果だけ見ればかなり苦しい。でもタジキスタンサポーターは頭を上げろ。って言ってるよ。今日の結果はタジキスタンにとって良くなかった。でもこの大会全体で見れば選手たちはタジキスタンに誇りを与えてくれた。ワールドカップは出られるもんね。そこが一番大きい。0対5で負けた悔しさはあるけど、ベスト8まで来てワールドカップの切符を取った。これはタジキスタンにとって本当に大きな成果だよ。敗北は終わりじゃなくて新しい経験の始まりだ。今回の負けで足りないものも見えたし、次のステージに進むための一歩になる。悔しいけどそれだけじゃないんだ。選手たちは気持ち、意志、戦う姿勢を見せてくれた。だからタジキスタンの未来は明るいって信じてる。もちろんこの試合の内容は反省しないといけない。でもここまで来たことは簡単じゃない。だからまずは選手たちにありがとうって言いたい気持ちもある。アジアカップは終わったけど次があるもんね。タジキスタンの挑戦は終わってない。ワールドカップではまた応援するし、もっと強くなった姿を見たいね。タジキスタンサポーターは日本をどう思ったの？日本はクラスが上だったと思う。そこは認めるしかない。特にパスの質がかなり違った。パスの質？日本はボールをつなぐのがうまいし、落ち着いてた。逆にタジキスタンはパスが相手に渡る場面が多かったで見られてる。日本相手にパスミスが増えるとすぐ攻撃を受ける。しかも日本は最後まで攻め続けてきた。確かに日本の5点目は試合終了間際だったね。最後まで攻めて疲れた感じをあまり見せなかった。タジキスタンは後半かなり力を失ったように見えた。タジキスタンも頑張ったけど、今回は日本の方が明らかに上だった。試合前に言ってた守備が崩れちゃったね。日本が強い相手だったのは分かってる。だからこそこの試合はいい経験になると思う。パス、判断、運動量、試合の進め方、タジキスタンはそこから学ばないといけない。後半早い時間にレッドカードで一発退場になっちゃったけど、そこについては何か言われてるのかな？やっぱりレッドカードは大きかった。55分に退場が出てからタジキスタンの状況はかなり悪くなった。10人になるとやっぱりきついよね。きつい。本当にきつい。日本はパスも動きもいいから1人少ない状態だと守る時間がどんどん増えた。レッドカードがチームに大きく影響した。あれがなければ違ったかもしれない。あのレッドカードについて厳しすぎたんじゃないか？イエローカードでもよかったんじゃないかっていう意見もある。ただそれだけを言い訳にはしたくない。どういうこと？レッドカードは大きかった。でもそれだけで0対5を全部説明するのは違うと思う。日本の方が強かったし、タジキスタンにも直すべきところがあった。悔しいからこそ判定だけじゃなくて自分たちの課題も見ないといけない。レッドカードで苦しくなった。でもそれ以前から日本の圧力は強かったと思う。日本とは差があるってことだね。かなり言われてるのは守備、規律、パス精度だね。この3つは本当に改善しないといけない。いい試合をするにはいいプレーだけじゃなくていい規律も必要。でも今回はその両方が足りなかったって感じてる人がいる。守備が弱かった。攻撃がほとんどなかった。プレスもできてなかったっていう厳しい意見もある。プレスができなかったから日本はボールを回せたって思ってるんだ。そうなんだよ。日本に自由にボールを持たせるとどんどん押し込まれる。タジキスタンは前から奪いに行く場面が少なくてかなり下がって守る時間が長かった。それって日本の方が強いからってことなんじゃないの？しかも10人だし。そうなんだ。10人で守ってるような状態だった。攻撃に出られなかったことを残念に思ってる人もいる。ワールドカップまでに修正だね。ワールドカップに出るのは素晴らしい。でもこのままだとまた大量失点するかもしれない。守備ライン、パスの正確さ、チームの規律は本気で直さないといけない。厳しい負けだけどここで何が足りないか分かった。もっと練習して技術と戦術を上げてワールドカップに向けて準備を強めるしかない。じゃあ今日はかなり経験ができたんだね。今日の0対5は忘れちゃいけない。でも下を向くためじゃなくて次にもっと強くなるために覚えておくべき試合だ。負けたことがあるというのがいつか大きな財産になるよ。大事なのはワールドカップに行けたことだ。タイに勝ってミャンマーにも勝ってサウジアラビアとは引き分けて、そこからベスト8まで来た簡単な道じゃなかった。日本戦だけで全部を判断しちゃいけないね。そうなんだよ。もちろん日本戦は反省しないといけない。でもタジキスタンがワールドカップに行けるっていう事実は本当に誇っていいことだ。目標は達成した。ワールドカップに行けたことが大事って見てる人もいるよ。アジアカップは負けたけど前向きなんだね。そう、むしろここからだよ。アジアで見つかった課題を持って今度は世界の舞台に向かう。だからこの敗戦は終わりじゃなくて
準備の始まりだ。ワールドカップまで半年あるからね。そう決定に取り組んでワールドカップに向けて準備を強化しよう。もっと練習しよって言ってる人がたくさんいるね。具体的にはやっぱり守備とかパス。守備、パス、規律、技術、戦術、そこを上げないといけない。ワールドカップに出るだけで満足しちゃダメだ。世界に出るならこのままでは厳しい。だから今から準備を強くしないといけない。タジキスタンサポーターは前向きでいいな。でもかなり厳しい声もあるよ。やっぱりそういう人もいるんだね。恥ずかしい。せめて1点は取ってほしかった。技術も戦術も足りない。って言ってる人もいるんだよ。悔しさが強いからこそ言葉もきつくなるんだと思う。もう少しマシなスコアにしてほしかった。攻撃がほとんどできなかったことに不満を持ってる人もいるね。まあまあ、高校2年生にそんなにきつく言わなくても、ワールドカップにも出られるんだしさ。そうだよね。黒い夜の終わりは白い。何？タジキスタンのことわざみたいだね。まだ終わりじゃない。むしろ本番はここからだと思う。日本戦で見えた差を埋めるために練習して修正してまた前に進む。タジキスタンからはこんな感じだよ。ダレル君、話聞かせてくれてありがとう。選手たちはワールドカップまでにもっと成長してもらえたらいいな。それじゃあ入る。入る。日本のみんな、サロン。どちら様ですか？準々決勝で韓国に勝ったウズベキスタンサポーターのジャスールだ。ということは日本の次の相手ってこと？そうだね。ウズベキスタンが2対2で PK 勝ちしてたよ。1点目は韓国のすごいミスだったけどね。おいメガネ女子、メガネ女子って。1点は1点だ。そうだね。ウズベキスタンの選手が詰めてなかったらなかった得点だもんね。でも2点目はすごかっただろ。2点目のゴールはすごかったね。それで何しに来たの？日本について話してるウズベキスタンからのわずかな声を持ってきた。わざわざありがとう。韓国に勝った直後の喜びにあふれた中から聞き出してきたから、ちょっとだけどね。聞かせて聞かせて。準決勝では日本と対戦するのかな？ああ、日本とだ。うわー、次は準決勝で日本と当たるのか。アジアのサッカーはこういうものだ。韓国や日本に勝ったチームがチャンピオンになるんだ。勝つ以外に道はない。ウズベキスタンサポーターは気合入ってるね。ウズベキスタンは気合入ってるよ。勝った直後だったから聞けた声がこれだけだったけど。わざわざありがとう。試合の時もまた来るからよろしく。帰る。入る。ウズベキスタンってあれだよね。あれ？に桃を詰め込むぞって言ってた人たち。そんなことも言ってたね。怖いな。ウズベキスタンって強いの？この年代の日本代表は去年ウズベキスタンと3回試合をしているよ。3回もしたんだ。7月8日に3対1で日本の勝ち、10月12日に3対1で日本の勝ち、10月16日に1対2で日本が負けているよ。2勝1敗だけど、一番最近の試合負けてるのがちょっと嫌な感じだね。気持ち的には少し嫌だけど関係ないよ。そっか、勝つぞ。ベスト4はどこが勝ち上がったの？トーナメント表を見てみようか。中国が勝ってる。中国は1対3でサウジアラビアに勝ってたよ。さすが歴代最強世代だね。オーストラリアは？オーストラリア対ベトナムは0対3だね。そういえば女子もノックアウトステージ初戦でオーストラリアがベトナムに勝ってたね。そうだったね。それで韓国対ウズベキスタンが PK 戦だね。うんうん。日本対ウズベキスタン戦はいつ？日本時間5月20日0時キックオフだね。それって5月19日の夜ってこと？多分そうだと思うけど。視聴者さんそれで合ってるのか教えてください。そういえば女子は準決勝からカメラ台数も増えて映像もかなり良くなったけど男子はどうなんだろう？ちょっと見てみたけど JFA のサイトもダゾーンにもまだ書いてないんだよね。でもさすがに良くなるでしょう。そうなることを願うよ。じゃあ今日は終わるよ。ウズベキスタン戦も頑張れ日本。うんうん。ご視聴ありがとうございました。ウズベキスタン戦はどんな展開になると思いますか？コメントに書いていってくださいね。ご視聴ありがとうございました。燃やせ、勝利の道を行け。